7300年前の機械カルデラ火山大爆発から船で脱出した縄文人が大陸へ渡って長江文明の稲作の起源に関わった、そんな話を聞いたことがありませんか？古代の日本人はすごかったけな話でとても人気の高い話ですが、どこか違和感を覚える人も多いはずです。そこでこの動画ではその説のどこまでが事実でどこがおかしいのかを独自の視点で検証していきます。どうぞ最後までお付き合いください。まず機械カルデラ火山の噴火とは何だったのかから見ていきます。7300年前、鹿児島県沖で巨大な海底火山が噴火しました。海面を突き破るように吹き上がるマグマ、そして周囲を襲う大津波。しかし本当に深刻だったのはその一瞬の破壊ではありません。長く人々の生活を奪ったのは空へと巻き上がった火山灰でした。その影響は想像以上に深刻でした。そのために西日本の縄文文化は一時的に途絶えたとも言われています。場所によっては数百年もの間、人が戻らなかった地域もありました。最も被害が大きかったのは火山に近い南九州です。そこでは1メートルにも及ぶ火山灰の下から当時の集落跡がそのままの状態で見つかっています。まるで日本版のポンペイです。ただし決定的に違う点があります。ここでは逃げ遅れた人の遺体がほとんど見つかっていないのです。では人々はどこへ向かったのか。そこで出てくるのが縄文人は大陸へ渡ったのではないかという説です。まずここで感じる違和感があります。それは当時の集落の規模です。その頃はまだ定住が始まったばかりの頃、縄文早期の遺跡の多くは数棟ほどの小さな集落や季節的なキャンプ地です。大きな集落でも数十人から100人程度の規模だったと考えられています。縄文時代の最盛期には大きな集落が現れますが、それはまだまだ先のことで、機械カルデラ火山が噴火した当時の人々はまだ小さな単位で分散して暮らしていました。一方で移住先と想定される長江河口の稲作文化、兜遺跡の規模はというと500人から1000人規模の人口が推定されています。ここで一つ疑問が生まれます。数十人程度の集団が移動したとして、それだけでどれほどの影響を与えられるものなのでしょうか。では次に長江流域の稲作文化、兜文化について見ていきます。この説が生まれる最大の理由は年代の近さです。兜文化が現れるのはおよそ7000年前。機械カルデラ噴火は7300年前。確かに時期だけを見れば関係があるかもしれないように見えてきます。しかしここで重要なのは、なぜ兜が最古の稲作遺跡とされているのかという点です。根拠はとても明確です。炭化した米や木製の農具、そして水田の痕跡。湿地という特殊な環境によって本来ならば残らないはずの遺物がほぼそのままの形で奇跡的に保存されていたのです。その一方で縄文時代はどうかというと、稲に関しては野生種の稲が使用されていたかもしれない可能性があるという程度に過ぎません。それにもかかわらず、そこから移動した人々が稲作の始まりに関わったとするのは、やはり違和感があります。違いばかりの話になってきましたが、ここで少し視点を変えてみましょう。縄文と長江下流域は海を越えてつながっていたというよりも、もしかすると兄弟のような関係だったのかもしれません。というのも、兜文化は何もないところから突然生まれたわけではありません。その前には川のほとりの丘陵地帯で暮らしていた狩猟採集の文化がありました。竪穴住居に住み、木の実や魚を取って生きる人々。その遺跡からはもみ殻を含む土器や炭化した米という証拠が見つかっていて、
なんと1万年前にはすでに野生の稲が利用されていたことが分かっています。そしてこの文化やその環境は縄文時代の九州ととてもよく似ています。同じ照葉樹林帯に属して温暖で木の実が豊富で水場に恵まれて野生の稲の利用はあったかもしれない環境。さらに遡れば氷河期の終わり頃まで大陸沿岸と日本列島は地続き、あるいはそれに近い関係にありました。もともとよく似た環境の中でよく似た暮らしをしていた可能性があるのです。しかし、ある時点からその道は分かれていきます。長江下流では野生の稲の利用が発展し、やがて狩猟採集よりも稲作が主要になる。一方、縄文では採集中心の暮らしが続きました。ここに大きな分岐点があります。そう考えると、どちらが先か、どちらが伝えたのかという議論そのものが少し違って見えてきませんか？カボト文化は何度も洪水に襲われ、復旧を繰り返しながらおよそ2000年続いた後、最後は泥に埋もれて終わります。その時期は日本で縄文の大集落が生まれ始めた頃と重なります。だからといってそこから人々が日本海を渡って日本海側に移動したのではないかと考えるのは少し無理があります。その間には山東半島や朝鮮半島もあり、それを裏付ける移動の痕跡も見つかっていません。そもそもカボトの人々は川や湿地で暮らしていました。船も穏やかな水域での移動を前提としたものです。その一方で縄文の船は沿岸での移動に適した作りでした。同じ船を使う文化でも前提となる環境が全く違う。だからこそ船があるから海を渡れるということはできません。見慣れた陸地を離れ海の向こうへ向かうことはそれとは全く別の挑戦です。確かにオーストラネシアの人々は星や潮の流れを読んで遠くの島々まで渡っていたと言います。でもそれは海を生活の基盤としてきた人々が長い時間をかけて築いた技術です。では縄文人にとって最も現実的な選択とは何だったのか。それは海の向こうではなくて、まず沿岸伝いに移動していくことだったのではないのでしょうか。当時の縄文はまだ定住が始まったばかりの時代だったということを思い出してみてください。もともと縄文は移動する文化でした。西日本が住みにくくなれば東へ、そしてさらに北へ少しずつ移動していく。それは特別なことではなく、ごく自然な選択だったはずです。環境に合わせて移動して新しい土地に適応していく。その連続こそが人間が最も現実的に、そして強く生き延びてきた方法です。機械カルデラ噴火の後から稲作が始まるまでの数千年こそが縄文という文化を形作った土台だった。その方が大陸へ渡ったという物語よりもずっと現実的で、そしてずっと人間らしい物語なのではないのでしょうか。環境に合わせて静かに移動しながら生きた人々の歴史。この動画がこれまで感じていたモヤモヤを少しでもほどくきっかけになっていれば嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。